マスタード以外の味がしない。たっぷり入れてもよかったかな。食べ過ぎてやばい感が控えめなのがどんどん食べたくなります。筋肉は喜ぶと思います。ポン酢とごま油と側面とのギャップもすごいんですから、コストコっぽい香りがします。具とつゆを分けます。アクアパッツァを作ります。朝食を作ります。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。ローストビーフ茶バタサンドイッチ5個入り2480円です。1個あたりは496円。加工日は今日、消費期限は明日です。茶バタは店内焼き上げなのでふわっとしています。茶バタのサイズは14センチと7センチ。サンドの厚みは6センチです。重さは200グラムくらいです。ローストビーフたっぷりなので期待していたんですけれども、マスタードが効きすぎてて、原材料に書いてあるレホールグレイビーソースはどこにって感じです。ポップにも特製マスタードソース&レホールソースが肉の美味しさを引き立てると書いてありましたが、マスタード以外の味がしないです。この黄色いソースの強いパンチがレホールだとしても、グレービーの肉汁感がないです。全体的に水分が少なくパサッとしています。私はマヨネーズをプラスしましたが、家族のおすすめは焼肉のタレです。リピはね、しないです。スガキや岐阜タンメン6食入り980円です。1食あたりは163円。製造は愛知県、賞味期限は9月14日です。約3週間です。私は橋を渡ってすぐに岐阜の愛知県出身です。スガキ屋でアルバイト経験ありですが、岐阜といえば岐阜タンメンは知らなかったです。キットの中身は麺と液体スープと辛味あんとおろしにんにくが6個ずつです。フライパンで玉ねぎと人参とリチャムとキャベツを炒めます。スープと水 300ml を注ぎ一煮立ちさせます。塩味が効いたスープなので野菜はどっさり入れても大丈夫です。麺の茹で時間は40秒です。お湯を切ってから丼に移します。スープをかけます。ゆで卵をトッピングして出来上がりです。辛味あんとニンニクは好みの量を加えます。辛味あんは激辛ではありませんが、唐辛子なのでパンチがあります。入れすぎには注意です。あんかけではないんですけれども、ずっしりした麺で食べ応えがありました。撮影中に伸びちゃったせいもあるかもしれません。スープの味が濃いので、野菜をもっとたっぷり入れてもよかったかなと思います。森永ビヒダスザク盛り10種フルーツヨーグルトナタデココ入り 200g が6個780円から160円オフは8月31日までです。1個あたりは103円。製造は神奈川県。賞味期限は9月3日です。購入日含めて10日です。果肉はパイナップル以外は意外に小さめですが、フルーツ感はしっかりあります。200g 入りは多いので敬遠していましたが、ペロッと食べてしまいますね。食べ過ぎてやばい気もしますけれども、98キロカロリーです。脂質はゼロです。インスタントオートミールにかけると忙しい日の朝食にもなります。スターバックス秋ブレンド 1.13kg 3448円です。原産国はアメリカですが、豆はコロンビアとインドネシアとその他です。ちなみに昨年はホンジュラスとインドネシア2778円でした。値上がり率 24%、 苦々しいですね。コーヒーだけに。賞味期限は来年の1月です。約4ヶ月です。ちなみに折り紙の秋ブレンドは20杯分で2398円です。毎年オータムブレンドは産地が若干違いますが、オイリー感が控えめなのが特徴的です。
いてもさらりとしています。ちょっと粗めにひいちゃってますが、ドームはモコモコで美味しそうです。スパイシーな香りのパンチが秋の訪れを知らせつつ、ナッティーなコクでほっこりします。昨年のより苦みが勝っていますが、バランスの良いブレンドです。私はミルクを入れます。秋の味覚との相性も良いです。2週間以内に飲めない分はフードセーバーで 200g ずつ真空パックして冷凍しています。解凍方法はゆっくりと、冷凍庫から冷蔵庫に移し、そして常温に戻してから開封します。ホノルルクッキーダブルチョコレートマカダミア 454g 入り1598円です。大人気のホノルルクッキーの新フレーバーです。原産国はアメリカ。賞味期限は来年の5月です。約9ヶ月です。パッケージデザインが IKEA っぽく感じるのは私だけでしょうか。パイナップル型とはわからないほどに崩れて、いつも以上に粉々したクッキーです。茶色いのでパイナップルというよりも昆虫っぽい印象です。一口サイズのミニクッキーなので食べやすいです。ココア生地にチョコチップが入っているのでダブルチョコレートってことでしょうか。白い点々がマカダミアナッツです。細かいので存在感は薄いですが、このクッキーには合っています。サクサク食感ですが、口の中ではしっとり。きび糖を使った優しい甘さだけども少しソルティーです。ほろ苦さも広がり、甘いアメリカンクッキーとは全く違い、どんどん食べたくなりますが、5個で140キロカロリーです。気をつけましょう。ホノルルクッキーは我が家では人気がないんですけれども、これは大好評です。とても美味しいです。アサヒコ豆腐バーうまみ昆布14本入り1498円です。1本あたりは107円です。製造は埼玉県。賞味期限は9月24日です。約1ヶ月です。水切り豆腐をもっと硬くした感じです。薄味で食べやすく、サラダチキンよりも私は好みです。せっかくのロカボなので、このまま食べた方が筋肉は喜ぶと思いますが、家族にも食べやすいようにアレンジします。豆腐バーとズッキーニの甘辛炒めです。ズッキーニと豆腐バーを食べやすい大きさに切り、片栗粉を薄くまぶします。油をひいたフライパンで焼きます。黄金比の甘辛だれにコチュジャンを少し加えて混ぜておきます。焼き色がついたらタレを回しかけます。煮詰めたら器に盛り、大葉を散らします。家族にも好評でした。カクテルきゅうり 670g 598円です。原産国はアメリカです。チクチクなしのつるんとしたミニきゅうりです。長さは9センチから12センチくらいです。日本の一般的なきゅうりとの特別な味の違いは分かりません。みずみずしいきゅうりです。豆腐バーを食べやすい大きさに切り、カクテルきゅうりを乱切りにして食べるラー油をかけましたが、家族には不評でした。ポン酢とごま油とすりごまをかけるだけでも美味しいです。韓国コングクス3食入り577円です。末尾77円のお買い得品です。1食あたりは 192.3 円。原産国は韓国。賞味期限は8月31日です。1週間しかないので安いんですね。昨年もご紹介していますが、豆乳スープの冷やし中華って感じです。生麺と豆乳スープが3つずつ入っています。1人分ずつ作れるところがいいですね。800cc の沸騰したお湯に麺を入れて5分茹でます。4ミリくらいの中太麺で、長さは26センチくらいです。茹でたら冷水に取りしっかり洗います。冷水で締めたら器に盛り、豆乳スープと合わせます。トッピングはポップにキムチとの相性抜群と書いてありましたので、チョンカキムチとカクテルきゅうりの酢漬けと
ゆで卵とトマトメドレーと煮豚です。本場韓国ではお客様がスープに塩を足しながら食べるのが一般的ですが、この商品はそのまま美味しく召し上がれるようにあらかじめ塩味を整えていますとのことですが、かなり薄味です。辛いものが多い韓国麺とのギャップもすごいんですけれども、豆乳に砂糖とお塩を少し足しただけのような優しい味です。私にはちょうどよくて美味しかったんですけれども、家族には物足りないようです。うどんみたいな中太麺なので食べ応えもありますし、冷麺に近い噛み応えだけれども中華麺に近い味。つるつると喉越しも良かったです。ペンネプッタネスカ 100g あたり149円、1989円です。デリカコーナーの新商品です。加工日は昨日、消費期限は明日です。オリーブ、ケッパー、アンチョビのトマトベースのパスタです。いつもより小さめのペンネです。ハラペーニョやカイエンペッパーなどの香辛料が入っているのでちょっと辛そうですね。今回は半量だけ器にとって温めました。なのでレンジの時間も表示よりも半分くらいです。600ワットで3分加熱したらかき混ぜて、さらに4分加熱しました。調理している時からコストコっぽい香りがします。ガーリックの香りとアンチョビの旨味と塩分、トマトの酸味が効いています。辛さについては問題なかったです。程よいパンチで娘も気に入っていました。味は濃いめですがとても美味しいです。吉野家牛丼の具 80g が6個入り、1198円から240円オフは8月31日までです。メルマガ掲載品です。冷凍です。1食あたりは 159.6 円。80g のミニサイズなので家族の小腹満たし用にリビです。このまま湯煎かレンジで温めます。アレンジもしやすいです。賞味期限は来年の7月です。約1年です。鍋に水とだしパックを入れて4分煮出します。冷凍の牛丼の具を500ワットで1分半加熱してから具とつゆを分けます。油揚げをキッチンペーパーで油を拭ってから半分に切ります。油揚げを袋状に開いてコップに立て、牛丼の具と卵を一つずつ入れて爪楊枝で閉じます。だしに牛丼のつゆを入れて沸いたらお揚げを入れて、蓋をして弱火で8分ほど煮ます。煮込み時間はゆで卵を作る時と同じくらいです。ベトナム産バラマンディ 100g あたり399円で2677円です。シーフードコーナーの新商品です。加工日は今日、消費期限は明後日です。初めて聞いた名前なんですけれども、マダイと同じように調理すれば大丈夫っぽいです。アクアパッツァを作ります。バラマンディ1枚を3つに切り、クレイジーソルトを振って10分置きます。フライパンにオリーブオイル大さじ1と半分に切ったニンニクを入れて、香りが出てきたらバラマンディを皮目から焼きます。ひっくり返してから白ワインと水、ミニトマトの5個は半分に切って残りの5個はそのままフライパンに入れます。グリーンオリーブも入れます。蓋をして強めの中火で3分ほど蒸し焼きにします。ちょっと水分が飛びすぎちゃいましたね。オリーブオイルとブラックペッパーをかけます。骨は少し残ってたりもしますが、ほぼないので食べやすいです。身は柔らかめ、臭みはなく、パンガシウスよりはこちらの方が親しみやすい味だと思ったんですけれども、煮付けでは臭みを感じたのと、柔らかくてねっとりとした食感が合わなくていまいちでした。どっちみちもう買わないかなと思います。ブーランジェリーブレッド4種類が4個ずつ1180円です。1個あたりは 73.75 円。加工日は昨日、消費期限は明日です。
まるでマカロンのようなカラフルさに惹かれて買いましたが、緑はほうれん草とガーリック、赤はビーツと玉ねぎ、ベージュはオリーブとヘーゼルナッツ、茶色はセロリアッグとスイートポテトなどお野菜味がしっかりです。ココ味だと思っていた茶色は大嫌いなセロリ味でショックでした。大きさはバラバラですが 65mm くらいで重さは 40g 前後です。ディナーロールくらいのサイズ感なのでアレンジを楽しみやすいですね。朝食を作ります。斜めにスリットを入れると具材を安定して挟めますし映えます。下側にマーガリンを塗ります。ソースはマヨネーズにマスタードを混ぜたものを使います。セロリアッグにはレタスを敷いて焼いたリチャムにソースをかけます。リチャムのおかげでセロリ感が和らぎました。オリーブにはカクテルキュウリのスライスと半分にスライスしたミニカマンベール、ソースを塗ります。ビーツにはスライスしたジャズリンゴ、ミニカマンベールの片割れを挟みます。ほうれん草には輪切りのゆで卵にソースをあえたツナをのせました。4種類とも半分こしてお皿に盛り付けます。華やかなカラーなのでこれからのパーティーシーズンには重宝するパンだと思います。添えてあるお豆はハインツのベイクドビーンズです。今週のお酒はサントリーこだわり酒場のレモンサワーです。キャンペーンでいただいたものなのでコストコとは関係ありません。メニューは豆腐バーとズッキーニの甘辛炒め、ブーランジェリーブレッド、バラマンディのアクアパッツァ、ペンネプッタネスカです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。